赤いソファーに座ったハリネズミで動画を生成します。あ、来ました。すごいいいんじゃないですか？すごい。あんまり動いてない。ちょっと動いてる。ちょっと動いてますね。こんにちは、アミティ先生です。今日はキャンバの新機能をたくさん紹介したいと思います。キャンバね、今すごく載ってますけれども、先日キャンバの発表会が行われたんですね。キャンバクリエイトっていうものがグローバルであって、アップルの発表会みたいな感じで新しい機能がたくさん紹介されてたんですけど、もうそれがすごくてですね、めちゃくちゃ面白かったです。ほとんどの新機能が AI を使って、クリエイティブの生産性を高めようみたいな機能だったんですけれども、AI で動画が作れたりとか、あとスタンプみたいなステッカーみたいなの作れたりとか、あとは人物消したりとか、いらないものを全然違うものに変えてしまったりとか、本当にいろんなことができますので、その中でも私がいいなと思ったものをですね、今日はまとめて紹介していきたいと思います。ちょっと本題入る前にお知らせなんですけども、iPadMate Studio Kids の生徒募集を7月の末まで行っています。6月の末までだったんですけど、すごい今ね、めちゃくちゃ応募が来ているので、7月末までの延長になりました。東京の自由が丘でやってるんですけど、こんな感じですごくキッズたち盛り上がって授業を受けてくれています。iPad を使ってイラスト制作とか動画編集とかノート作りとか、あとシール作ったりとかね、本当にいろんなことが学べる iPad のクリエイティブスクールになっておりますので、これを見てるね、小学生の親御さん、ぜひ概要欄のところから応募フォーム入力して、まずは iPad の体験会ね、無料でやってますので、ぜひ現地に来ていただいて体験会受けていただけると嬉しいなと思います。で、あとは大人の方はですね、今満席なんですけども、8月になったらまた2期生の募集をしていきますので、参加したい方はですね、こちらの LINE のアカウントですね、アミティ先生の LINE の公式アカウントの方に登録しておいてもらったらですね、またここから案内をしていきますので、大人参加したい方はですね、ぜひこちら登録お願いします。じゃあまず最初、iPad のホーム画面結構変わりまして、こっちにサイドバーがつきましたね。で、こっちは今まで通り最近のデザインがあるんですけど、で、このサイドバーなんですけど、例えば何かデザインを作っていたとしても、ここの点々点のところをタッチするとサイドバーが出てきます。で、自分でね、スターとかお気に入りに登録しているものがここに出てきたりとか、最近作ったデザインがここに出てきたりするので、例えばこれタッチしたら、そのデザインにクイックにアクセスすることができます。で、次、マジック生成ですね。テキストを入れたら写真とかイラストとか、あと動画もできるんですけど、それがなんとキャンバに入ってきましたということで、どこからやるかというと、この左側のアプリっていうのがあるので、この中にマジック生成っていうのが出てきます。画像がいいのか、グラフィックだったらこういうなんか落書きみたいなのもできるし、あとスタンプみたいなのもできたりしますね。あと動画もできます。ちょっとグラフィックが面白いので、これやっていきますね。例えば、ハリネズミと入れます。ほい。こんな感じで、あれあんまり可愛くないかもしれない。はい。こんな感じでですね。ちょっと背景色つけてみましょうか。あんまり可愛くないな。落書きいきましょうか。横を向くハリネズミ。いいですね。これとかいいですね。リアルな感じで。で、ここ点々点を押すと同様のものをさらに表示するっていうのが出てきます。かわいい。これいいですね。これかわいい。白背景。これいいじゃないですか。めちゃくちゃ似てる。この感じ。どうですか結構似てるし、なんかこの手書き感みたいなね。いいですね。こう、プロクリエイトで描いた風になるというね。3D クロムいきましょうか。かわいいハリネズミにしてみますね。うわ、気持ち悪い。すごい気持ち悪い感じになってしまいました。このスタンプにするとこういう感じで周りに白いのがつきます。例えばこれ選択して編集ボタンを押します。で、シャドウっていうのがありますね。シャドウ。ドロップシャドウを押すと、はい。そうすると、わかりますか？ちょっとこう、シャドウが出て、よりスタンプっぽくなると。感覚。あとは色ですね。色もちょっと強くしたりとか。ちょっとぼかし多めの方がいいかなと思います。こんな感じで
はい、ステッカーみたいなのを作ることもできます。で、ちなみにキャンバにはこの素材タブですね。素材タブのところにハリネズミとかね、ハリネズミスタンプとかでやると、同じようにキャンバがそもそも持っている素材っていうのをここにいろいろ出してくれるんですね。こんな感じ。もちろんここで選んでもいいんですけど、この中にいいのないなっていう時は、マジック生成を使う。で、さらにすごいのがこの動画タブなんですけど、キャンバ内で AI の動画を作れるようになりました。赤いソファーに座ったハリネズミで動画を生成します。これは、提供してるのがランウェイっていうところなんですけど、このランウェイがめちゃくちゃすごくて、もう本当に AI なのかリアルなのか見分けがつかないぐらいの動画をですね、このテキストから生成できるっていうサービスというか開発してるところなんですよね。で、それがこのキャンバの中に入ってきたということで、それが使えるんですよね、ここで。はい、どうでしょうか。あ、来ました。あ、すごいいいんじゃないですか。おりゃ。あ、すごいすごい。あんまり動いてない。あ、ちょっと動いてる。ちょっと動いてますね。なるほど。すごく短いですね。なんか長尺の動画はまだ生成させてくれないのかな。前に作ったやつだとこんな感じのが出てきましたね。これもうちょっと動いてる感じ。めちゃすごくないですか。めっちゃ可愛い。まあちょっとした差し込みみたいな感じだったらこれで作れると思うので、ぜひ皆さんこのマジック生成の動画タブのところね、使っていただけたらなと思います。で、続きましてスタイル変更っていう機能なんですけど、例えばこれ今プレゼンテーションの資料を適当にこう作りましたと。今黄色ベースで作ってると思うんですけど、これをね、まるっと変えたい時っていうのがあるんですね。例えばこれをね、もうちょっとなんかスタイリッシュな感じにしたいなみたいな、なるじゃないですか。そういう時にですね、一気に変える方法ができたんですよね。今これデザインのテンプレートを選択しています。今使ったやつがこれなんですけど、他にもこんなにいっぱいありますよっていうのがここに出てきてますね。じゃあ他のやつにしたいと。こういう感じのちょっと緑の感じにしたいなって思ったら、点々点押して、スタイルをページに適用っていうのがあるので、これを押します。押しました。はい。そうすると、さっきの黄色のビビットからですね、こんな感じで、いい感じの緑オーガニック系のプレゼン資料になりました。必ずしもこのプレゼンテーションじゃなくても他のデザインとか、例えばチラシとかフライヤー、名刺とかでも同じことができますので、ぜひね、これすごくいい機能なので試してみてください。で、次、動画のノイズ削除です。キャンバってね、デザインの制作アプリだけれども、もうこの中で動画編集とかもできるんですよね。で、さらにノイズ削除、ザラザラしてるところの音を全部切っちゃう、AI の力で切っちゃうっていうのができるようになったんですけど、今これインスタの、サイズでキャンバス開いてて動画を載っけました。で、この動画をタッチして、オーディオっていうのがあります。オーディオ。で、ここの音声自動っていうのがあるので、これをタッチするとですね、自動的にノイズが消えるんです。元の動画はこんな感じです。そうです。で、さらにもう一本の指で画面の適当なところをタッチすると静音になります。で、ノイズ削除したやつがこんな感じ。そうです。で、さらにもう一本の指で画面の適当なところをタッチすると静音になります。はい、こんな感じですごくないですか？もうアミティ先生の声のところだけが残ってるっていう感じになるので、これはね、結構使えるかなと思います。で、もう一つ動画にハイライトっていう機能があるんですけど、例えばこの動画ね、結構長めの4分ぐらいある動画なんですよね。で、この動画をタッチして編集っていうところを押すと、ここにハイライトっていうのが出てきます。これが新しく追加された機能なんですけど、これ何かっていうと、この動画の中からいいとこだけをですね、抜粋してくれるんです。こんな感じ。こことこことここをつなげたらいい感じになるよっていうのがわかります？ 4 つ出てきてくれます。カラフルなデジタルアート。集中して書く子供たち8秒。先生の指示と作品発表。すごい！こんな感じでできるんですよ。で、例えばじゃあ選択しました。で、選択項目をデザインに追加を押すと、この後ろのところにですね、このスライドの後ろのところに分けた動画がこんな感じでカットして載ります。
もうこの長いやつね、いちいち全部見て、いいところだけトリミングするのめんどくさいっていう時とかは、このハイライト機能を使うとですね、いいとこだけこんな感じで撮ってくれるという、これめっちゃ神じゃないですか。私はこれはめちゃくちゃ感動しましたね。この機能が出てから私もうちょっとキャンバの中で動画編集してみようかなって思ったぐらいすごく優れた機能なので、ぜひ使ってみてください。で、次ですね、お仕事する方でスラック使う方、朗報でございます。キャンバの共有リンクをスラックに送ると、こんな感じでトップのね、デザインが出てきます。はい。これ今までなかったんですよね。キャンバで例えば共同編集したいなっていう時があると思うんです。この共有をして、リンクを作ってる全員か、チームで共有してもいいんですけど、リンクをコピー。で、これを、スラックのところに投げるんですよ。ペースト。こう。そうするとこんな感じ。一番最初の画像が出てくると。なので、チームメンバーは、これを共同編集するんだなっていうのがもう、視覚的にパッと見でわかるっていう感じです。リンクだけだったら押そうと思わないじゃないですか。だけど、こういうのがあったら、キャンバで開くっていうのを押したらもうこれが出てくるっていう感じになりますので、こんな感じで、スラック使ってる人はですね、ぜひこの機能を入れた方がいいなと思います。で、最後がマジック消しゴムとかマジック切り抜きっていう機能なんですけど、これ以前にも紹介しました。例えばこういう鳥が邪魔とか、あとはこの宇宙飛行士をもう消したいとか、動かしたい、こっちに動かしたいっていう時あると思うんですけど、その時に編集ボタンを押して、マジック切り抜きってやって、クリックとかブラシとかあるんですよね。ブラシだったらなぞるんですけど、クリックはもうこの中からこれ被写体だよねみたいなのをもう検知して、これを切り抜き、勝手にさせてくれます。もう一瞬です。で、そうすると、これをですね、こんな感じで移動させることができるんです。わかります？何がすごいってこれ、もともとこの後ろなかったんですよ。この宇宙飛行士の後ろ何もなかったはずなのに、生成して後ろを勝手に作り込んでくれてるんですよ。だからこいつを大きくしようが、ちっちゃくしようが、バイバイしようが、何でもありっていう感じですね。で、他にもこれ消したりとかいろいろできるんですけど、これはですね、1個前の動画で紹介しているので、そっちよかったら詳しく見てみてください。で、私もいろいろ触って試してみたんですけど、まだちょっと修正弱いかなっていう時はありますね。こんな感じでちょっと変になっちゃう。もうちょっとちゃんとやりたい方はやっぱこの辺はですね、Adobe の Lightroom に行った方がいいと思います。Adobe の Lightroom 1個前の動画でも紹介したんですけども、本当に消す力とかもう変える力とか、やっぱ Adobe はこの辺強いなと思うんですけど、この辺の鳥を消すとかそれくらいだったら全然 Canva でも大丈夫です。はい、ということで今日はこんな感じで Canva の新機能をたくさん紹介していきました。いかがだったでしょうか。AI がね、やっぱりすごすぎて AI の力を使うとデザインの作業が本当に早くなるなと感じさせられたこの Canva Create の発表会でした。これ YouTube にも上がってるのでね、よかったら皆さん見てみてください。はい、ということでこの Canva の使い方ね、最近私が出した iPad Creative Second の中にもたくさん紹介しています。今回の AI を使った背景切り抜きだったりとか、あとチラシを作る方法とか、いろんな Canva のチュートリアルがこの本の中にも載ってますので、よかったらこれね、最近発売されたばかりで、もうすごく売れておりますので、ぜひまだ手に取ってない方は見ていただけると嬉しいです。で、iPadMate Studio のキッズの生徒募集もね、7月末までやっておりますので、ぜひ、興味ある方は概要欄の方を見ていただけると嬉しいです。はい、ということで今日は以上でございます。バイバーイ。